トが下にもあるんだ。上と下にハイライトがあるんですね。結構再現できたかも。今までにない何かを取り入れた。ハートとか書いちゃおうかな。いろんな作品を参考にさせていただいたので、すごく納得のいくものができたのかなと思います。2023年に流行する目を研究しよう。どうも、声優の月城里奈です。皆さん、昔のアニメを見たとき、なんだか絵柄が今のとちょっと違うなーって思ったことはありませんか？というのも、絵柄は昔と今でだいぶ変化していて、特に目には流行がすごい出やすいなって私思うんです。ということで今回は昔から今のアニメ作品を参考にして目の描き方の変化を研究していきたいと思います。そして2023年に流行る目を私なりに描いてみたいと思います。月城はイラストに関してはまだまだ勉強中なんで、ちょっと専門的な分析はね、できないんですけども、流行を取り入れてどんな目が次に流行るのかっていうのを自分なりに考えて成長していきたいと思います。皆さんも一緒にやってみてください。それでは今回ちょっとスタッフさんに資料を用意していただいたんですけども、ちょっと見ていこうかな。ギャラクシーエンジェル。1990年代。私ちょっとごめんなさい。これ見たことないんですけど、でも、この絵柄が流行ってた時代のことは覚えてますね。なんかもう顔のさ、この半分すべて目が占めてるんじゃないかってぐらい大きい目が特徴ですよね。次。レイアース。これはまたハイライトが大きい。キラッキラですね。同じ90年代なのにだいぶ違いますね、テイストが。面白い。で、2000年代に入ってからウテナ。なんか、いわゆるアニメっぽさがちょっと消えて、すごいシンプルになりましたね。でも目の大きさは相変わらず結構大きくって、かわいい。軽音ね。はいはいはい。もう月城の青春真ん中、ど真ん中の軽音ですね。軽音さ、なんか、そこまでまつげがバサバサなわけでもないし、どっちかっていうとシンプルな目なんだけど、なんかね、丸っこくて可愛いんだよな。ついついこう守りたくなっちゃうような可愛さがありますよね、軽音。懐かしい。ちょっといくつか気になったのを描いてみようかな。90年代とかだと、こういう目とかあんまり描いたことない。結構シャキーンってなってて。角張ってますね、目が。現代のアニメって結構目が丸っこいのが特徴だと思うんですけど、この頃は結構角張ってて、なんか力強さを感じるというか、瞳もね、すごい小さめ。とにかく白目の余白が多い。瞳孔が真ん中にピカーンとあって、まつげがめちゃくちゃ長い。まつエクでもしたのかってぐらいすっごい長い。ビヨーンと。結構派手めにまつげが3本。眉毛との距離が近いな、それでまた。もう目と眉がくっついちゃってるぐらいの近さで結構シャキーンと。で、また下まつげも結構バサバサめに。目とあんまり関係ないんだけど、チークのさ、ほっぺの塗り方も、今のアニメって、このぐらいパワパワーってなって、なんかね、シャッ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 って上からかかってるイメージなんですけど、この頃は、こういう感じこういう感じなのが目にかかってて、すごい時代を感じる。目自体はこんな感じかな。で、ちょっと軽く色塗ると、こういう感じですかね。ここに影があるな。こんな感じかな。すごい。スレイヤーズの目再現してみた。意外と描けたかもしれない。次。2000年代で気になったやつだと、軽音とかかな。軽音の目描いてみよう。軽音の目は結構、アイラインが太めだな。結構ドーンとアイラインがあって、目自体はほんともう卵みたいにまん丸ですね。頭の形とかも全部この丸で構成されてるから、丸っこく丸っこく、とにかく丸っこく。白目の余白もないですね。全く。下まつげもなし。チュイーンってなってて。チュイーン、これなんて言うんだろう。チュイーンってなってて。二重の線かな？二重の線なってて、色は、こうなった後に、ハイライトかなこれ、スクリーンかななんだろう何かがあるんですよ。丸いなんか、ビーンズみたいな。なんかこういう感じの何かがあるんだけど、ハイライトが下にもあるんだ。上と下にハイライトがあるんですね。結構再現できたかも。できました。りっちゃんの目。本当にもう、丸って感じの目が描けたんだけど、なんかこれだけでも結構軽音なのがわかるな。すごい特徴的だったんだな。では、続きやってきます。最近のアニメだと、可愛いだけじゃない四季森さんの、この目がすごい、なんて言うんだろうな。独特な光彩。あと、色のカラーバランスも絶妙ですよね。ちょっと描いてみようかな。再現できるかわかんないんだけど、まつげも結構バサバサめで、丸いんだけど、光彩があって、この瞳孔を囲むような丸みたいな、
うまく説明できないけど、おしゃれなんだよな。そう、一言で言えばおしゃれ。めちゃめちゃ。こう、何層かに分かれた青。青も一色だけじゃなくて、何色かに分かれたような青を使ったりとか、昔の絵柄にはないおしゃれさがありますよね。よし、ではここからは、私が2023年に流行るであろう目を予想して描いていきたいと思います。最近、結構ボッチザロックとかね、アニメ流行りましたけど、これも結構丸っこいデフォルメ目なんですよね。この流れ、どうなんだろう。2023年もこのデフォルメ系の目が流行るのか、それとも昔の絵柄に一回流行がね、一周して戻って、シャキーンとした目に戻っていくのか。どうなんだろう。まあでも月白的には、ちょっと私の個人的な趣味も入っちゃうんですけど、丸っこいデフォルメ目が好きなんだよな、やっぱり。アイラインは結構丸っこい感じで、ハイライトがね、ない目が好きなんですよ。じとーっとした目が好きで、下まつげ生やして、トゥイーンとしたやつもつけて、まつげもしっかり。で、瞳孔もあって、で、ここ線側ここつなげちゃって、やっぱ目を描くのって楽しいですよね。一番なんか、絵の魂が宿る気がする、目には。そうだな、塗りどうしようかな。色も結構グラデーションになってるのとか好きだから、多分流行るんじゃないかな。グラデーションって、キャラクターのイメージカラー以外にも、目の色をイメージしたグッズとか今、概念グッズとかそういうの流行ってるじゃないですか。だから、目の色ってかなり大事だと思うんですよ。私ピンク好きだから、じゃあ今回もピンクで描いていきます。昔と違って結構今の絵だと、本当にもう、その配色なのってまさかの配色なものとか結構たまにあるので、例えばですけどピンクだけじゃなくて、この上から水色とかでなんかキラキラーっとしたお星様イメージでなんかこう散らしてみたりすると可愛い。黄色とかでもいいな。黄色も使って。可愛い可愛い。ハイライトもピンクじゃなくて黄色であえて描いてみる。めちゃくちゃ良くないですか？だんだんこう明るくなってくようなね、下から。なんかそうだね、今までにない感じにしたいんだよね。やっぱり新しいものを作るって前と一緒じゃダメだから、なんか今までにない何かを取り入れたい。ハートとか描いちゃおうかな。目の中にハート描いて、で、それがすごいさりげない感じのハートだと、普段はわかんないんだけど、アップになった時だけわかるみたいな。かわいい。キラキラが、もうハートになってる。いいんじゃないでしょうか。かわいい、かわいい。できました。私なりに考えてみました。2023年流行るのではないかという目です。ちょっといろんな作品を参考にさせていただいたので、すごく納得のいくものができたのかなと思います。それでは本日の成果発表。本日は昔から今までの絵柄をね、いろいろ用意していただいたのを見ながら研究していったわけなんですけども、本当にもう時代によって流行の形がわかりやすく変化しててすごく面白かったです。特に90年代の作品だと、もう本当に顔の半分を目が占めてるなぐらいの目の大きさのものが多くて、あとはだんだんこう2000年代になったり昨今に近づくにつれて目がだんだん小さくなってくるんだけど、その分その目一つ一つの描き込みがすごい高くなったなっていうイメージがありました。ということでそれを踏まえて自分なりに描いてみたんですけども、私の好きなちょっとじとーっとした感じとか、目に光がないんだけど、でもそれを色とかハート描いたりとかいろんなね、そういうポイントで表現してみて可愛い目が描けたんじゃないかなと思います。皆さんはどんな目が好きですかね？あんまり考えたことないかもっていう方もいると思うんですけども、ぜひコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。あとは2023年こんな目が流行るんじゃないかなっていうのもコメントに書いてもらえると嬉しいです。それでは、またねー。